今日は伊勢丹新宿店さんにお邪魔してまして、鏡バイヤーに鏡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お話を伺っていきたいと思います。でここ最近の取り扱いが始まったんですよね。風雅神っていうブランド、割と1年ぐらいと伺ってますけど。1年ぐらいですね。で結構、いろんな種類のというかこう見どころがいっぱいあるような靴を、取り扱ってらっしゃるなっていう印象でして、その製法に特徴があったりとか、あと素材的にもですねいろいろ特徴がある中で、伊勢丹新宿店さんで取り扱ってらっしゃる、3カテゴリーっていうんですかね。そうですね。をちょっと今日、見せていただこうという動画でございますのでよろしくお願いします。でまずざっくりですけど、ここがノルウィージャン、でここグッドイヤーの、ローファーっていう感じですね。で奥がボロネーゼグッドイヤーっていう、ちょっとあまり聞きなじみのない製法ではあるかなと思うんですけれども、ちょっとそこも後でお話を伺うとして、まずやっぱりどうですかね、このカジュアルな靴が結構今割と人気があるというか需要が高まっているのかなと思うんですけども、この辺。そうですね。まずもう今久住さんおっしゃった通り、カジュアルな革靴っていうのが非常に需要が高まっております。と申しますか、皆さんのやっぱり働き方が変わってきて、お仕事で、スーツを、今日スーツお召しになられてらっしゃいますけどシャツにネクタイじゃないじゃないですか。そうですね。であったりとか、あとは本当に別にスーツ着る必然性がないとか、逆に着ちゃいけないっていうような会社も実際あったりするんですね。そんなことあるんですか。でそうなっていった時に、ただでもスニーカーだとちょっと遊びっぽすぎるしであったりとか、そういったのでカジュアルな革靴、あとは逆に仕事をスニーカーで行かれて休みの日カジュアルな洋服を格上げするためのカジュアルな革靴っていう風なところでいくと、このノルウェージャンの靴っていうのはすごく分かりやすくそれを持っているので、まずこれをご提案をしているっていうところがありますね。分かりやすい。そっか、仕事はスニーカーでも休日に、カジュアルな格好にちょっとカチッとするようなっていう方もいらっしゃるってことですね。例えばすごくスポーティーな格好をして、で足元スポーツブランドのスニーカー、別にそれが悪いわけではないんですけど、ちょっとなんか格上げするためには革靴を用いるっていう、でその革靴を用いた時にあまりにもドレスすぎちゃう革靴だとやっぱり合わなかったりはするので、そういった時のバランス感覚で言ってみると、やっぱりポテッとした丸い靴で、製法もちょっと何か独特な凝りがあって、なんかノルウェージャンみたいにこういうストームウェルトがあって、こういうステッチがこう目立つタイプのもので、おそらくこれを履いてらっしゃる方々で本質的なこれの意義が何なのかとか、多分そこまで言及されてらっしゃる方々っていない。もともとは例えば登山靴用のディテールだったものが、やっぱり登山靴用のディテールだったのでスポーティーな革靴に見える。でそれが現代に落ちてきた時に皆様がこれ可愛いなと思っていただけるディテール。なるほど、そっか、機能靴ではあるけれども、そこをこうフォーカスして履いてるかっていうと、みんながそうではないっていう感じなのかもしれないですね。そうですね。実質例えば本当に今この世に存在する、機能靴と比べて、これやっぱり昔開発をされた機能ではあるので、じゃあこれが機能的ですよっていうような、感覚で本当に思ってらっしゃる方がいるかっていうと、決してそうではない、僕はないと思ってて、でそれがストーリーとして、ただその革靴の中で機能を持たせるためにこういうのがかつて出てきてっていう、そのストーリーを楽しまれてらっしゃる方とかで、それを引き継いでいって、それを見た時にこれって可愛いなっていう主観で思える若年層が出てきたりとかしてるのが、そのカジュアルに見える要素だと思うんですよね。やっぱり機能が付加されてたからカジュアルに見えるっていう、そぎ落としてたからドレスフォーマルに見えると思ってるので、めちゃめちゃ面白いなるほど。そうですね、フォルムもあって、この靴の場合ちょっとこのステッチがきなりというか白になってるので、そこも相まって、今おっしゃった通りちょっと可愛らしいとか。そうですね、これがステッチをトントンでやることも可能だったりはするんですけど、そうなっちゃうとちょっと面白みが足りないので、コントラストをつけてやってるぐらいの方がやっぱりお客様にとっては分かりやすいのかなっていうところで。いやさすがですね、めちゃめちゃ分かりやすい。多分やっぱりこの辺のプレーントは一番使いやすいところなのかな。一番使いやすいと思います。実はここ今
向こう側のカメラから見た時に、この順番で僕並べさせていただいてるんですけど、こっち側の方がドレスでこっちに行くにつれてよりカジュアルみたいな順番で並べてます。プレーンのダービーがあって U チップのダービーの黒チョコが来て、コインローファー型の黒チョコでもこう行くにつれてよりカジュアルに見えるっていう感覚で今並べさせていただいてます。この辺はもう結構好みっていう感じですか、デザインの。もちろん足に合うかとかもあると思いますけど。そうですね、例えば紐靴の方が正直言うと甲を締め付けれたりとかするので、いろんな足型のお客様がいらっしゃいますので、正直言うと僕らとしては対応はしやすいです。ローファー型の方が、正直合う合わないっていった時にちょっとシビアなフィッティングになるケースがあるので、紐タイプの方があれなんですけど、当然紐のをほどいたり結んだりっていう、ちょっと手間もあったりはするのでローファーを求められる方は正直多いは多いんですけど、で単純に一番需要が高いところとしてはプレーントゥのダービーは、正直フーガシンっていうブランドを除いたとしてもカジュアルな革靴レースアップってなっていった時に、コインローファーとプレーントゥのダービーが今両巨頭ですね。プレーントゥのダービーが需要がある理由っていうのは単純に紐靴でカジュアルなものの代表例で一番最初に着やすいのは今マーケットとしてはプレーントゥのダービーになってるんだと思います。そうですか。実際オールデンであったりとかチャーチであったりとか、そういったところでもやっぱりそういう名作の靴ありますし、確かにベンチマークがやっぱりそこにあるので、見慣れてる、市場的に見慣れてるっていうような感覚がちょっとあるのかもしれないですね。結局やっぱり皆さん購買行動の中であの人おしゃれだな、あの人が履いてるああいう靴っていう風になった時にやっぱり履いてる足数としては多いですよね、プレーントゥのダービー。納得ですね。丸みのあるフォルムではあるんですけれども、木型というか、その履き心地みたいなところにもちょっと触れていきたいんですが、多分接客されることもあるんですね。の中でどうですかね、印象としては、丸みのある靴ってちょっと特に若い方とかは、なかなか足に合いにくかったりするケースもあるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、やっぱりお若い方々の今の特徴としては足が痩せてらっしゃるっていう方が結構多いです。で甲が低くいろんな皆さん足が痩せてらっしゃるってわけではないんですけど、多いのが側腹が狭いであったり甲が低い、あとは比較的、土踏まずが落ちている、かかとがちっちゃい。そうなんですね。甲が下がってるってそのまま踏まずも下がってるケースが実はこう下がるので、甲が低くて踏まずが上がってるって単純にそうか、構造上そうなるわけそうなっていった時に、実はこういうカテゴリーの靴って当然丸いフォルムを維持をする。フォルムが丸いイコール靴の中の構造もポテッとしてるんですよね。体積が大きいってことですね。そういうことなんです。でそうすると比較的横を合わせていくと縦が詰まっていっちゃって合いづらいっていうところがあります。そうなった時にじゃあどうするかっていうと、ここの履き口のとこで、抑え込むっていうことをするんですけど、比較的フーガシンさんの靴っていうのは例えばレースアップにせよ、ローファータイプにせよ比較的ここの履き口のところを少し狭めに他ブランドに比べると取っていただけているので、そこで抑え込むことができるかなっていうのは思ってはいるところです。そうですか。確かにこのなんだろう、覆ってる面積が広い方がそりゃ抑えられる感じがしますよね。そうですね。要は単純にこことここの距離を短く取っていくと抑え込める。そういうことですね。抑え込めるっていうところですね。なるほど。っていうのが、ちょっと特徴というか、そういうことですね。でプレーントと今さっきもご覧いただきましたけど、U チップもありますよと。外ハトメのタイプで、そっか、プレーントは外ハトメじゃなかったので、こっちも割とカジュアルな。そうですね、外ハトメで、例えばこう U チップのダービーだと代表的なところの、ブランドでいくと、例えば、JM ウエストンさんであったりとか、パラブーツさんがあったりとかすると思うんですけど、これに関してはモカが立ち切りになっていないのでモカ割れしづらいっていう
そういうメリットがあります。そのつまんでるから、ここからパカッと割れてこないっていうか、そうですね、でそういうメリットがあるっていうところで、ちょっとそこに対して少しそのつまんで立ち切りになってるタイプのものの方が見え方として、別に特段カジュアルに見えるとは僕は思ってはいないんですけど、そこの差異を埋めるためになんか外ハトメっていう風になってるのかなっていう風には僕は勝手に解釈はしてましたけど、面白いなるほど。ドレス感をちょっと一個抜くっていうんですかね、いやカジュアル感を上げるための一つのディテールみたいな感じですかね。いやさすが。単純に例えば、名作物でいくとクロケット&ジョーンズの、じゃあボストンを想像していただいて、ボストンのモカってこういう形状ですよねと。でもボストンの方が多分ジェーム・ウェストンの180のシグネチャーローファーよりもドレスっぽく感じると思うんです。でそれって多分じゃあここのモカの感覚を見てた時になんかその主観ですけどね、主観なんですけど、なんかちょっとそういったところのバランス感覚、デザインのバランス感覚っていうのはすごく優れてるなっていうのは思います。なるほど。どっかがドレス感が上がったらどっかでカジュアル感を上げていくっていう、カジュアルに持っていくためにっていう、なんか洋服のコーディネートにちょっと似てますよね。なんかディテールの抜いたり刺したりっていうののバランス感覚がすごい優れてるなと思ってます。いやー、わかりやすい。ありがとうございます。これホーウィンのクロムエクセルですね。そうですか。油分が多めのタイプの革になってます。でブラックだと、ワインハイマーの比較的撥水とは言い切れないんですけど、ワインハイマー社が持っている中では比較的耐水性が高いタイプのレザーを用いてます。なのでちょっとマットな雰囲気ですよね。そうですね、確かに。だからちょっと雨に強いっていうところとか、その作り的にもそうですね、ゴム底だったりっていうところもあって、割とガシガシ履いていけそうな感じもあります。もともとそういう靴か。そうですね。そうですね。もうガシガシ履いていただきたい靴ですよね。そういうことですね。でクロムエクセルであれば割とエイジングもちょっとこう楽しんでいただきたい、特殊な感じになっていくと。で、コインローファーのタイプですね。リーフロールがついていて、割とこう全体的にカジュアルな衣装というか。これも人気が高そうな、割とよく見るというか。そうですね。ベンチマークになるようなブランドもこれもあるとは思いますけど、単純にディテールとしてカジュアルなコインローファーのディテールがあるのと、あとスポーティーな底付けのディテールを持っていたりとかします。で、エプロン部分が先ほど申し上げた通り、ちょっとこの部分が少し長めになっているので、履き口の押さえが比較的あるっていうところですね。ローファーもってことですね。そうですね。そうですね。ありがとうございました。でブラックとこれもクロムエクセルですね。クロムエクセルですね。ブラウンですね。ダークブラウンのローファーになります。ありがとうございました。っていうのがノルウィージャンの5足。そうですね。あと今ちょっと改めて気づいたんですけど、ぜひブラウンのアッパーに対してストーンウェルトのここがブラウン使ってる靴って意外に珍しいですね。結構こっち側に合わせる、アウトソールに合わせて黒を遠やかにさせるところがあるので、結構そこ合わせるとこ。本当だ、気づかなかった。ウェルトがだからダークブラウンになってるってことですね。そうですね。結構こういう靴作るときにそのまま全部黒にしとけばパーツ、その部材効率いいじゃないですか。そうですね。部材効率取って黒にチョコに対しても黒つける人多いんですけど、すげえ。ちょっと細かいところ気使ってらっしゃるなって今気づきました。いや、気づかなかった。今ローファーもそうでしたね。ローファーも、本当ですね。だからアッパーが割と濃いんですけど、ダークブラウンに対してウェルトもちゃんと同じ色で合わせてるっていう気の使いよう。ソールは多分同じ黒。違うか、違うな。違いました。失礼しました。やってますね。やってますね。ハモっちゃってそう。やってますね。そうだったんですね。すごい。すごいですね。ね、今僕も今日改めて気づきました。お見それしました。すごい。っていう結構こだわりの詰まった。そうですね。その辺妥協がないですね。へえ、すげえ面白い。改めてこうやって見てみて面白いですね。っていうノルウィージャンでした。すみません。で、次ちょっと特殊なこの辺りにお借りしますね。失礼しました。グッドイヤーボロネーゼっていう正式な名前らしいんですけど、だから構造的には
簡単に言うとそのグッドイヤーベルベット製法のリブテープを使ってない、だからすごくそこの屈曲がいいんだけれども、出し縫いがあって靴底の交換修理ができますよっていうのが、簡単に言うと柔らかくて、長く履けるっていうところが特徴というかメリットだと伺ってますけど、この製法も多分これだけ靴がある伊勢丹さんの中でも割と珍しいんじゃないかなっていう。そうですね、結構イタリアのかなりグレードが上の方の靴でよく採用されるようなタイプの作り方です。そうなんですね。でちょっと風雅神さんがどういういきさつでここにたどり着いたのかあれなんですけど、イタリアだと単純に言うとグッドイヤーウェルテッドのミシンを買うお金がない工場たちがたどり着いた手法とは言われてはいて、結果そのリブテープがない分、要はアッパーと中底を、リブテープなしに縫い付けるので、リブテープがない分屈曲性がいいっていうところはあるとは思うんですけど、あとはそのリブテープがある分そこにコルク敷き詰めなきゃいけないじゃないですか。でその敷き詰める量が減る分軽くなっていく、軽いですね、確かに軽くなっていくっていうところがあります。であとはそういった靴になってくるとそのシングルソールになった時にある程度そのシングルソールの薄さが見出せるっていうんですかね。その全体的に靴がこうすっきりそうですシャープに仕上がるというか、っていうところがメリットなのかなと思っております。でもグッドイヤーの靴を作ってらっしゃる工場のはずだから、その買うお金がなかったとかじゃなくて多分そういういろんな履き心地を単純にその屈曲性っていうメリットを捉えたのかなっていうふうに、いや勉強になります。っていう割とこれはオーソドックスなドレスシューズのシリーズが3足ですっていうことですね。今久住さんがお持ちになられているのがセミブローグ、キャップ2のオックスフォード、そうですね、バランスもすごく綺麗ですね。すごくバランス綺麗だと思います。それは本当にそう思います。あとホールカットとありがとうございます。でこれ多分木型共通ですよね全部。で多分バンプが極端に長く取らずに2がアーモンド型になっていて、であとキャップ2のキャップとかそのパンチのキャップにしてもあんまりキャップが長すぎないっていうところ、そうですよね。すごく日本人にとって履きやすいベストバランスっていうところはうまく捉えてらっしゃるなっていうのは思います。納得です。バランスはすごくいいですね。すごくいいですよね。であとはやっぱりこの3型っていうのはどういう3型かっていうと、例えばキャップ2のオックスフォードでとかになってくるとフォーマルとビジネスの兼用っていうふうになってきますけど、先ほど申し上げたスーツを着る人減ってますよねっていう中でもそれでもスーツを着ざるを得なくて集合スーツを着てらっしゃる方もまだ若干はいらっしゃったりとか、好きで着てらっしゃる方、好きでっていうのは、ファッションとしてっていう方もいらっしゃれば戦闘服ですよね。営業職で結局スーツ着てワイシャツ着てネクタイしてる方が営業上、ビジネスパフォーマンスが高いからっていう人たちにとってやっぱりこの3型っていうのはすごく使いやすい3型になってくるので、この辺はお客様にとってもすごくいいんじゃないのかなっていうところです。でなんとなくやっぱりそういう方にとってはいまだに営業で歩かれたりとか、してる方々にとってはこのグッドイヤーボロネーゼっていう製法はすごくいいんじゃないですかね。軽いですし屈曲性いいですし、確かにすごくその人のいいパートナーになってくる靴なのかなと思います。いや説明が分かりやすいですね。ストレートチップは、多分多くの方が1足持ってらっしゃる、初めての方がこれを選ばれるケースももちろんあると思いますし、じゃあ2足目どうしようかなってなった時にちょっと派手なタイプの穴飾りのあるものだったりとか、逆にちょっとすっきりしたドレッシーなタイプのホールカットっていう選択肢を多分揃えてくださってるんだろうなっていう、ソールもレッドこだわりようですね。出し縫いも見えないタイプ。そうですね、ヒデンチャンネルになってます。でストレートチップだけ、ハーフラバーが埋め込んであるようなタイプですね。だから違う、ここだけ革なんだ。全体はゴムなんだ。ソール全体はゴムなんだけどここは革が埋め込んであるっていうようなタイプですね。という
グッドイヤーボロネーゼ製法。グッドイヤーボロネーゼですね。はい、革が、イタリアのイルチア社のものですかね。はい、ありがとうございました。いや、勉強になります。で、最後、グッドイヤーのすみません、ローファーですね。これも非常にバランス的にはオーソドックスな、使いやすそうな、むしろ抜群って言ってもいいバランス感覚だと、すごく使いやすそうな感じですね。ノーズも決して長すぎず、短すぎず。これコインローファーのタイプで、これは革はどちらの？これワインハイマーですね。ボックスカーフですかね。ボックスカーフになってます。はい。でこれはワインハイマーの中でも、比較的きめが細かいドレス用のタイプの革だとは思います。これはグッドイヤーですね。でやっぱり結果的にそのコインローファーであったりタッセルローファーっていうのは、カジュアルすぎない、なんかドレスすぎないビジカジってなっていった時にすごくカジュアルな人たちもいるじゃないですか。例えばスポーツジャケットにだからチノパンにニットみたいな時の足元にはちょうどいい感覚のバランスっていうのがコインローファーとかタッセルローファーになってきて、でやっぱり正直ノルベージャンのディテールが入るとちょっとトゥーマッチであったりとか、そうですね、こっちのフォルムになってきちゃうとドレッシーすぎちゃったりとか、仕事感強めですよね。であとは正直コルクがあった方が地面との衝撃性で言ってみるとちょっと緩和はされますので、だからグッドイヤーの靴の方がその辺のバランス感覚はいいのかなとは思ってはいます。いや、分かりやすいですね。っていうのタッセルローファー、お洋服に合わせるときにどれが合いやすいかっていうところで判断していただくのが、そういうお客さんが多いのかもしれないですね。で、カジュアルな洋服にもそういったスーツスタイルとかジャケットスタイルでも使いやすいのがこの辺の割と汎用性の高いオーソドックスなコインローファー、タッセルローファーで、あとはちょっと比較的このモカの位置がこういうタイプの靴にした外側に逃げてくれてるので少しそこでカジュアル感があるんですけど、逆にそうすると結構寸詰まりになりがちなんですけど、気持ちバンプちょっと長くしてるかなっていうところがあるので、寸詰まりになりすぎないように、普通のバランスよりも少しバンプ、多分モカを外に出した分気持ちバンプ長くして寸詰まり感消したんだろうなっていうのは今ちょっと見て思いました。そういうことか。その微妙なバランス感覚がすごく上手な靴だなって今見て思いました。そういうことですね。いや、さすがですね。っていうワインハイマーのボックスカーフと黒のスウェードの同じデザイン、ブラックですね。こっちが CF ステッド。ステッドのスウェード。スーパーバック。毛足の短い方ですね。ですね。で、こっちはさっきと同じゴム底のウエストの革埋め込みタイプのものになっています。ブラックはレザーソールでした。ヒルンチャネル。これはダークブラウンかな、ブラウンかな。ダークブラウン。ダークブラウンですかね。濃いめのブラウンのスウェードも同様ですね。グッドイヤーで、税込みで5万円を切って本体価格で今4万4000円、でワインハイマーのボックスカーフであったり CF ステッドのスーパーバッグ使ってグッドイヤーでこのぐらいの作り方のレベルでこの価格っていうのは非常に正直コスパは高いとは思います。いや、納得ですね、確かに。それぞれ特徴があって、お洋服だったりとか、使用用途だったりとか、そういうところで結構幅広く展開してくださってる、もちろんたくさん靴出してるところはもちろんありますけど、製法も含めてですね、すごく特徴的なブランドかなと。なんていうんですかね、芯食ったバリエーションになってるんですかね。あんまり余分なものを入れてないので迷わせないかなとは思ってはいます。逆にそうですね。ちょっと例えばこういう人もいるかなっていうのでいろんなものを売り手って用意しちゃうんですけど、逆にそれ省くことによって選択肢を減らすことによって迷いなく選んでいただけるかなっていうところあると思いますので、ぜひちょっと見に来ていただければと。そうですね。伊勢丹さんのメンズ館の地下1階、地下1階でこれもう全部あるわけですもんね。ありますね。というわけで鏡バイヤーにお話を伺いました。どうもありがとうございました。めちゃめちゃ勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。